ございます。おはようございます。すみません、現場の休いえいえ憩中に。全然。ここの現場は古民家再生。古民家再生の、はいはい。今休憩中ということで。休憩中です。はい。動画を撮ってるんですけども、はい。以前新年の挨拶の時に匠に教えてほしいことを募集しますということで、はい。募集したら早速いくつかああ、そうですか。はいはい。いろんなコメントをいただいたので、いくつか質問に答えていたはい。だこうかなと。私が答えられるものであれば、はい。よろしくお願いします。まず一つ目の質問です。はい。おかんさん、1000万回おめでとうございます。質問です。勝手口を開けると2メートル弱向こうに林家の浴室があり、視界を遮る方法を考えています。塀の他に何かいい方法があればと思っています。ちなみに我が家側にも樹木もありますが、そこを隠すような枝ぶりにはできなくて困っています。今年も動画を見て勉強したいと思っています。よろしくお願いしますということです。はいはい。まあ文章だけで判断しますと、多分何の塀も立ってないで植物が植わってて、その植物の間からっつうか、なんかお風呂場が2メーターっつうと結構ね近いんで、だから杭を2つ2本立てて、麦でも板でもポンポンとこう交互に径にするにはちょっと色をつける、それが一番手っ取り早いと。フェンスがいいってことなんですかね。フェンスか、もしくは鉢に入った植物1800ぐらいの園芸屋さんで鉢で育てられた植物を2つぐらい足すとか、まあそうすれば目線はこうちょっと隠れると。今までのお庭でもフェンスを立てるってことが一番多いですよね。そうですね、目線を切るっていうことでね。物置を置いたりもしてましたね。だから2メーターぐらいでそうやったら物置でもいいですし、何かそういう実用的なもので目線が切れるような行為をとってもいいと思います。はい。ありがとうございます。そしたら次の質問に。はい。トカゲさん、明けましておめでとうございます。いつもおめでとうご楽しざいますく拝見しております。ちょっと、省略しちゃうんですけど、でこの方は花水木や南天が植えてあるお庭にバラがメインの庭を作りたい場合はどうしたらまとまりが出るのかご教授いただきたいですということです。花水木と南天が、まあそれが目について今度はバラを主役にすればいいんであって、まあどのぐらいの大きさの花水木が植わってるかっていうのもありますけども、まあその周りにバラを入れてもおかしくはないし、面積の比率、花水木が植わって南天が植わってて、ある程度面積が空いてないっていうことである場合でも、まあ植物って結構いろんな種類入れると合わないっていうことはないんで、溶け込んじゃうんで、ですから花水木はある程度の高さで、南天もせいぜい伸びても2メーターぐらいの、ですからそれ以下のもっと低いバラを選んで植えるとかで、つるバラなんかでアクセントつけるとか、トレリスをやってつるバラでやるとか、花水木や南天のサイズによってちょっと考えて、だから合わないっつうことはないです。またバラがメインにしたい場合はその比率をどうするかってそうですね。だからそれを脇役にしちゃえばいいんであっておかしくはないですね。この方はあともう一個質問がありまして、はい、パーゴラを杉材で作ってある場合、メンテナンスで1年にもしくは2年に1回ペンキを塗るようにと施工した方に教えていただいたのですが、シロアリなどが心配です。このメンテナンスだけでどれぐらいシロアリなどを防げるものなのでしょうか。だからやっぱり室内だったらペンキとか何々いいんですけども、外でしたらできるだけ、オイルステン系のやつを、なぜかと言いますと、やっぱりどうしてもペンキだと木自体の呼吸のそこを全部被膜しちゃうわけですから、まあ、オイルステンの場合は浸透していく。ただそこにパーゴラのところの柱の部分に
何か立てかけた風通しを悪くする状況があるとシロアリ自体は発生しやすい。防腐剤の塗料を塗っておけばある程度シロアリも防げるってこともう防虫防腐なってますからペンキよりはよろしいかと思います。これすでに例えばわからないんですけど、ペンキが塗ってあった場合とかってどうするんですか？だからペンキの上にオイルステンっていうのは無理なんで、だから最初からもうペンキであったらペンキを何回も塗って足元とかあと木と木のこう噛み合ってるとことか、だからパウラの位置自体においてもなんか密閉的な部分を塞いでる部分があるのかないのかによっては。じゃあパウドラの足元に何か置いてあったりしたらそれはどかした方がいい。そうですね。風を通るように。通るように。ありがとうございます。そしたら次の質問に行きたいんですけども、高満さん、はい。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ぶしつけな質問かもしれませんが、費用面が知りたいです。金井さんは廃材のスペシャリストなので、材料費は安いイメージですが、施工費でどのぐらいかかるものなのか教えていただくことは可能でしょうか。我々の場合はお客様の要望、予算にできる合わせた形でできるだけその要望に応えるための知恵を出して施工するっていうことが基本なんで、だからやっぱり我々は動画の中でお値段言ってないのはお客様のね個人情報というものがありますし、でそれに対してのこっちでこんだけの金額やってこっちでこんだけの金額でもこうやって雰囲気が全然違うのになんで安いんだこっちは。それはその現場の問題でやはり変わってくるんで、あえてだからこの作ったものに対してこんだけの金額かかったっていうのは我々において動画では一切言いませんし、これからも明記はしないと思います。同じ現場でもそこにある材料を使うのか新しく買ってくるのかで全然変わります、ね、変わります。だからその材料を使わないでってもう使いたくもないっていうお客さんもいますし、だけどどんどん使ってくださいという形のお客さんもいます。だから個人情報だってこともあり普段のですね。次の質問なんですけど、福さん、今年も楽しみにしています。庭で犬を遊ばせる時の仕切りのいろんなパターンを見てみたいですという質問がありました。仕切りって囲い、過去に金井さんもワンちゃんをロックランとかね、ワンちゃん、ペットの種類、あと能力、そのワンちゃんによってまた非常にジャンプ力があるとか、十分お客様に性格を聞いた上でもうワンちゃんを遊ばせる場所として低めのフェンスで囲うことが多かったですよね。そうだね、フェンスが多いよね、やはり。固定式のフェンスじゃなくてたまに作られる可動式のはい、を使ったりもしてましたよね。だから今はネットでもいいんじゃないですかね。単管刺してネットだけでもまさにああいう感じのあれだったら結構自分たちでもできる。何もがっちり基礎から打ってっていうこともしなくてもお宅に合った形で、それがワンちゃんだけじゃなくして外交としてのデザイン性も含んだ形で考えるとか、なりますね。はい。ありがとうございます。まだまだ質問あるんですけど、全て答えていただく時間はないかなと思うので、またこれ何回もねこうやって繰り返して動画にできたらなと思ってるんですけど、一つモルタルの作り方を、丁寧に教えていただきたいですというコメントもあったので、なんかそれに関してはそれだけでちょっと動画にしようかなとは思ってます。ある程度料理に近い調味料みたいな感覚なんで、天ぷら粉と同じようにで天ぷらするときは硬きゃ無理だし、基本的に一般的な何対いくつっていうのは比率はありますけども、だからそれはもう動画の方のはも
またモルタルの作り方はちょっと別ではいはい撮ろうかなと思ってます。で今回はこの辺で、はいはい。この動画にまた質問なり教えていただきたいことをどんどん書そうだよね。いていただければだからちょっと写真でもねあればもっとただな、そうですね。やっぱり難しいかな、ご相談する方の方もそういう本当に困ってる場合はもう直接本当にお問い合わせしていただいて、そうまだ質問は来てるんですけど、ちょっと1回に収まりきはいはいらないので、また読めなかった質問をまた次回に回そうかなと思っておりますので、はいありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。だからいつでもご相談に乗りますからはいどうぞ連絡ください。